まさみチャンネル On the Tone。 広坂まさみです。この度は新しく広坂まさみの RC ライフがスタートします。トークの内容は主にはラジコンを経験してきたことを通じて知ってもらいたいことであったり、スキルアップを目指す方へのヒントになるようなことを話していければと思っております。まず第1回目はスキルアップのポイントについて話してみたいと思います。ではスキルアップするための要点を話したいと思います。自分の長所、良い部分ですね、それを伸ばしていくこと、それから短所、弱い部分をなくしていくこと、これどちらが簡単でしょうか？僕はどちらも難しいと思います。その前に自分の長所と短所を知るということも難しいです。自分で長所だと思っているところが実はそうではなかったり、逆に短所だと思っているところが短所ではなかったりということもあります。その最初の見極めが間違えていると、もうその時点でいくら頑張ってトレーニングを積んでもスキルアップを目指しても正しい方向にはいかないです。それからその前にもっと重要なことがあります。それはスキルアップをするためにはおそらく一番重要なことだと思います。その一番重要なことって何だか分かりますか？それはスキルアップしたいという気持ち、思いです。まずそれが初めにないと基本的にスキルアップってできないと思います。基本的にというのは、人は気持ちがなくてもスキルアップしたいと思っていなくてもスキルアップしていくことってあると思うんですね。例えば生まれた時は歩けなかったり見えなかったものが、意識的にスキルアップは目指してはいないものの自然に歩けるようになったり見えるようになったりします。食べることもそうですし、話すこともそうですし、他には自転車の運転であったり車の運転でもそうだと思います。日が経つにつれて自然にスキルアップしていくことって多くあると思うんです。しかしあらゆるジャンルにおいて競い合うということに関して言えば、決められたルールがあって、決められた道具があって、決められた場所に行って、決められている範囲の中で競争しなければなりませんので、これ自然にスキルアップしていくというものではないと思うんですね。競技会に出るためにその日その時間その場所へ行くという行為も自然に起こることではなくて、目指して定めて出場するわけです。ですのでどこどこの競技会で勝ちたいからスキルアップしたいとか、どこどこの結婚式でうまくスピーチしたいという動機があってスキルアップしたいとなります。つまりスキルアップしたい理由があるわけですね。その理由がその人にとってどれだけ重要なものであるか、それによってスキルアップしたいという気持ちの大きさや強さが違ってくるんだと思います。これはラジコンにはないんですけれども、例えばオリンピック 100m 走でもいいですね。その 100m 走に参加している選手がいたとして、その選手が息子さんの運動会の父の部というのにリレーで参加するようになったと仮定します。お父さんはオリンピックに参加する時と息子さんの運動会に参加する時ではスキルアップしたいという気持ちの大きさが違うと思います。もしかすると運動会ではスキルアップしたいという気持ちは全くないかもしれません。この気持ちの大きさに比例するかのようにスキルアップの度合いは変わってきます。いかにスキルアップしたいという気持ちを強く持つかということです。僕が世界一になれたのは世界一になりたい、世界一になろうと思ったからです。初めて世界選手権に参加した時に僕が定めていた目標、それは駒純一さんという方を追い抜いて日本一になるということでした。
そして初めてアメリカだったんですけれど、参加してみて分かったことは、コマさんでもかなわないほどのすごい選手が欧米には大勢いるということが分かりました。僕はその時16位で、コマさんは僕よりも悪くて20何位だったんですね。その事実が分かって、目標を日本一から世界一に変えました。そして何が何でも自分は世界一になるんだ、世界一になるまでは絶対やめないって決めたんですけれども、その時に。それから1週間後のことですね。その翌週に全日本選手権があったんですね。で、僕そこで優勝するんですね。これは僕の目標でもあり、夢でもあり、ずっと追いかけてきたことなんですけれども、そして、5年目5回目の挑戦にして優勝できましたので、もう感極まって泣き崩れた記憶があるんですけれども、僕はそれでは満足はしていなかったんですね。で、なぜかと言いますと、目標が1週間前に変わっていたからなんですね。もう日本ではなくて世界を目指していたので、当然嬉しかったんですけれども、もっと上があるっていうことを知っていたので、達成感っていうか、もうこれで目標達成したという思いにはなれなかったんですね。その後僕は世界チャンピオンになれるんですけれども、目標が高かったことが良かったんだっていうふうに今は振り返ってそう思います。日本一になった時に世界選手権での悔しさと、上手くなりたいというものすごく強くて熱い思いがあったからこそ世界一になれたんだと思います。ですので、まず最初に大事なことは、スキルアップしたいという気持ち、思いを持つということです。その思いは強ければ強いほどスキルアップできる確率は上がっていきます。次に自分の長所と短所を知るということです。それを正しく知るということが大事です。これが間違っていると、いくら頑張っても結果が伴わない、その確率が高いです。そして長所を伸ばしていくことと短所をなくしていくことです。さらに突っ込んだ具体的なヒントについては、また別の機会で話していきたいと思います。次回はライバルは誰だったかについて話していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。